そうですね。まあ本当にだから準備が大切で、馬に次はこういうことをやるよという準備が早くに準備が伝えられれば、それだけその技の精度は高まってくるんで、いきなり突然馬に合図を出したとでも馬がそれを反応してくれない場合もあるんで、だから事前準備をちゃんとするっていうのも大切ですね。まあ、正しい合図を調教されている馬であれば皆同じで力の加減ぐらいしか変わらない、強くやるか弱くやるかの違いぐらいなんだけども、やはりまあ馬のその調教度合いによってもかなり変わってくると思います、ですから高度になればなるほどいろいろスイッチがいっぱい馬についてくる、ですからビギナーの人がそういう馬に乗ったからってスイッチが逆に多すぎて馬が混乱してしまったりとか、ライダーもどのスイッチを押したらいいのか分かんなくなってしまう、そうすると正しくできなかったりだとかっていうこともある。女性の方がすごくソフトで当たりがソフト、前の接触がソフトだったりするんで馬が冷静に聞けたりだとか、どうしても男性の方が力強くやってしまうんでそれが硬くなったりだとか、馬に対して馬が極端なこと言えば馬が気分を害してしまったりだとか、まあ男性女性っていうそういう分け方良くないのかもしれないけれども、そういう意味では馬が受け入れやすいようなソフトな中に正確にやったりだとかっていうことができるといいんで、力はあまり関係ないって言えば関係ないんで、だから女性に向いてるスポーツですよっていうこともある。基本的には馬のコントロールをするのは、まあ、手綱の先についてるハミという金属の棒を馬の口の中に噛んでるんだけども、それも馬は前歯と奥歯の間に非常に間が空いてて、そこのちょうど歯に当たらないところに馬のハミを、そこにかませて、それを引いたりだとか緩めたりだとかバイブレーションしたりだとか、そういうことで馬に、方向性の合図だとかブレーキの合図だとか、そういうのを伝えたりだとか、ライダーとのコミュニケーションツールになってる。でまたその、ハミも今いろんな種類があって、バーバイツでは大録と小録って決められてるものしか使えないんだけれども、障害バイツなんかではいろんな形、テコの原理を利用したりだとか、横に枝がついてて曲がりやすくしたりだとかいろんなものが開発されて、そういうのを駆使しながらやるんだけども、やはり基本的には馬と人がその無理強いしないでコミュニケーションを取れるように日頃の調教がやっぱり最優先になります。で逆に人が座るところはまあ蔵にはまああぶみといってペダルがついてる。また蔵を馬の重心のちゃんと真ん中に置いてあげること、それでライダーが馬の重心とライダーの重心がぴったり合ってる状態だと馬は非常に走りやすいし運動しやすいんで、まあ、よく例に出すのはランドセルとかリュックサックで肩紐が長くてブラン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 してるのを背負って走ると走りづらいけれども、ピタッとフィットしてると走りやすい。だからライダーが蔵の上でピタッとフィットして馬の重心と変わらないような位置にいつもいてあげると馬っていうのは走りやすいし運動しやすいんで、そういう意味では蔵を正しい位置に置いてライダーがまたその上にしっかり乗るというようなことが基本となっている。まあ無知は本当に無知は持ってるんだけれども、まあこれは懲戒の意味というよりも、まあ、馬を励ましたりだとかする時に主に使うことになります。だから決して無知を叩くからといってこれを馬にとって憎しみだとか馬を傷つけるために使ってるんではなくて、やはり励ますためだったりとか、馬に注目をしてもらう時にこういう時に無知は使うことがあります。で馬場馬術の場合はその無知の使用は準備運動場まで中に競技中は馬場馬術は無知は使用できないことになってるんで、無知は持ってないです。障害馬術とかクロスカントリーの時は持っていきますけど。